1944年11月、竣工を目前に控えた信濃では、航空講師、すなわち艦上での発着艦試験が実施された。11月11日には、冷戦や天山艦上攻撃機など、在来の機体が次々と発着艦を行った。翌12日には、横須賀航空隊により、局地戦闘機、試電海を艦上型に改造した試製試電海2、そして流星、彩雲などの新鋭機による試験が行われ、いずれも成功を収めた。これが信濃で航空機が発着艦を行った唯一の事例であった。航空艦の環境は小さい。邪魔になるから。小さいですよ。で、煙突と環境が一体みたいなんですよ。環境があって、すぐ後ろに高さもない。必要ないんです。大砲で戦争するわけじゃないですからね。だから、環境の機能というのは非常に小さいんですよ。多分私は思うに、戦艦や巡洋艦っていうのは、まさに敵とぶつかりながらやるわけですからね。かなり機能的だったんじゃないでしょうか。航空艦の環境っていうのは飛行機の発着が主体ですから、直接船同士でやることはないですからね。そういう意味では小さくて済んだんじゃないでしょうかね。試験航海の時やっぱり飛行機が来て発着訓練やるんですがね、私は通信の整備のために甲板のすぐ横にアンテナが立ってるんですが、そのアンテナを飛行機が邪魔だから倒すんですよ、海側に。その整備をして甲板があるすぐ横にいましたから、上ではダメなんで、すぐ横にそのアンテナが立ってて、倒したりなんかするところがあるんですよ。ちょっとした出っ張りが。そこで整備してましたので、そうするとね、飛行機が着艦するとき見えなくなるんですよ。海の上に飛んできたのが一瞬海に落ちたんじゃないかと思うぐらい下へ降りるんですね。それで降りて上がってきて甲板に降りるんですよね。それは何でかっていうと、後ろを下げなきゃならんから、後ろを下げて後ろからかけて止まることできたので、一瞬甲板の横にいても見えなくなるぐらい下がって上がってくる。試験機まだ、正確なあれではなかったんで、信濃に乗って試験飛行をやったのは私もわからないんですよ。甲板の上にいた時ね、飛んできた飛行機がやたらと黄色いんですよ。黄色い飛行機だったんですね。それで後ろからワイヤーに引っ掛けて止まりますね。止まって見たらやたらと落書きした落書き。近づいてみたら、登るな、触るなってカタカナって書いてあるの。いっぱい。こう動くね、水平の主翼のところにこういう動くのがあるんですよ。動く部分が。そういうところには、やたらと触るな、踏むなとかっていっぱい書いてたんですね。まだ黄色いのは、まだ完全じゃなく、まだ試験飛行の段階だったんですね。だけど、パイロットってのはすごい人みたいでね、もうそういう、まだ出来上がったかどうかわからないような飛行機に乗ってくるわけですね。全然なかった。全然知らなかった。大体、当時、会議にいっぱいゼロ戦であるとかいっぱいありましたんでね、戦闘機だけでも何種類かあったんですよ。どれがどれだか、私はパイロットじゃないから、全然ない。ほんで、逆に言えばですね、
アメリカの戦闘機を訓練受けたんですよ。画像で。これがロッキードなんだろかんだろっていうのは、それは受けると前提でね、海岸通信学校で受けましたね。だけど日本の飛行機についてあまり記憶がないですね。飛行準備って何をやるか。まず一つは食料積んだんですね。食料とか、弾丸とかって、ものを可能な限り積みました。食料積みに、2日か3日ぐらいかかりましたかね。橋け船で、船のそのまま持ってて、あと手作業でこう、上げるわけですね。今みたいにクレーンってのはないですから。で、それを、手遅れで、倉庫に入れたって2日ぐらいかかったような気がしますね。弾丸なんかどういうふうに積んだのかよくわかりませんけどね。私たちの寝るところに、高角砲の弾の出るところ、下から自動的に上がってくるんですよ。それがありましたね。こう隅の方に。それはね、いや、これどうなんだろう。なぜかというと、東京湾にいた時いろんなものテストするわけですね。そういう弾丸の上げる機械もみんなテストするわけ。で、私たちの兵員室、泊まるところですから、寝たり起きたりする。そこでガラガラ上がってきて、コンクリートの床にガンガン音立てて、爆発するんじゃないかとは、これも怖かったですね。大丈夫かなと思って。弾がね、ガンガン音立てて出てくるんですよ。下から。機械で上げてますんで。それはうちの兵員室だけで、そっちこっちそうなってやってます。右と左とあって。で、やがて砲術家、つまり大砲に携わる連中が来て、それを、持って、そんなあれは重くなかったのかな。持って、1本ぐらいずつ持ってって、なんかどうか別のところに持ってって、そこからまた上に上げたんじゃないでしょうかね、エレベーターみたいなので。その辺はよくわからないですけどね。遠くの外の海をね、飛ぶように行くんですよ。見送りしたってあるんだ。本当に死刑宣告ですよ。